さゆりどうも。もう年末ですね。今年も大変お世話になりました。ということで、感謝のチャーシューを作っていきたいと思います。今年1年もなんとか動画を投稿し続けることができました。いつも見てくださってる方々のおかげですね、本当に。ありがとうございます。はい。そんなわけで作っていくチャーシューですけど、今回は豚肩ロースを使ってます。前にもね、話したかと思うんですけど、豚肩ロースは特に好きな部位ですね。うまいんですよね。どんな調理法しても大体。で、これはフィセル、タコ糸ですね。それを使って縛ってるんですけども、縛んなくてもね、全然できます。ただちょっと開いちゃってる部分とかがあったんで気になったのと、あと結んだ方がもちろん形自体はね綺麗に仕上がるんで、丸く、そういうのもあって縛りました。よくスーパーなんか行くと豚のもも肉とか、チャーシュー用なんて書いて売ってて、ネットの中に入ってたりするじゃないですか。要はあれと同じようなもんですね。それでこの肉は結構分厚いですから、塩はねしっかりと4面に振った方がいいです。高さで言うと5センチぐらいはありますかね、お肉。それで塩をして水分が出ますから、それをしっかりと拭っておきます。お次はネギの青いところですね。チャーシューといったらやっぱりこのネギの青い部分の香りっていうのはね外せないんじゃないかなと思います。あとは香り付けでニンニクと生姜ですね。これらも絶対あった方がいいですよね、チャーシューを作る場合は。もはやニンニクと生姜がチャーシューって言っても過言じゃないですよね。あとは基本的な合わせ調味料の醤油、酒、みりん、それと砂糖。そんなに特別なものは使わないですね。甘みの部分で言うと砂糖プラス蜂蜜も加えます。やっぱりこの蜂蜜の香り、コクですね。あとフルーティーな部分っていうのはチャーシューとも非常に相性がいいと思います。それと少しアクセントでごま油と五香粉ですね、ウーシャンフェン。ミックススパイスなんでスターアニス、あとシナモン、チンピ、クローブ、フォアジャオなどがね、スパイスのベースになってますけど、比率はこうミックスされてるとどうしても決まっちゃってるんで、自分なりにここを際立たせたいっていうのがあったらプラスしてもいいと思います。今回はフォアジャオを別で少し足しました。チャーシューのタレによりちょっと強めの辛みだったりしびれ感を足したくてね、フォアジャオを加えてます。ここからはお肉の表面をカリッと焼いて、それをジップロックに入れて低温調理していく流れですね。なのでよくある話なんですけど、事前にお肉をね焼かない問題っていうのが低温調理する場合にはあるんですけど、でもそこはお好みでいいと思いますけどね。個人的には先に軽く焼き色つけてた方がこう香ばしい香りっていうのが乗っかるような気がしてね、毎回やってます。あとは表面をこう焼き固めるというか、形をねピシッとさせるためにもそうしてます。そしてこちらタレの方はですね、3分の2からだいたい2分の1ぐらいまで煮詰めて味を濃縮させておいてから肉と合わせていきます。熱いうちに合わせてしまって味を染み込ませていいと思うんですけど、ただ脱気するときにね、あんまりあったかくない方がいいかなとも思って一旦冷ましてます。あんまり変わんないような気もしますけど、そしてここからは毎度、私が愛用してるですね、低温調理器のボニークの登場です。いや本当にね優秀ですからね、これ助かってます。レストランでも使ってますからね。
これがボニーク 2.0 っていう商品なのかな。で、これのさらに上がボニークプロっていうね、本当にプロ仕様のものなんですけど、僕レストランで使ってるのは、今これ使ってる 2.0 と同じものですね。ただそれでも本当全然問題なく優れた温度管理で低温調理ができてるっていう感じです。休憩じゃ。仕上がった時幻想的なサウンドが鳴り響きますが、あれですね、案ずることなかれという感じです。それでチャーシューなのでがっつりロゼ色っていう風な仕上げにするのもまた違うのかなと思って、カットしたら断面真っ白白っていうわけじゃないけど、でもジューシーに仕上がってるっていうような着地を目指しました。それで68度でだいたい2時間半ぐらいですかね。ただこれ65度とかでもそんなに大きな差はないと思ってます。それでまたこのように再度液体と肉に分けて、お肉はこんがりと焼き上げていく感じです。お好みでバターとか加えてもいいと思います。今回はそれでねより美味しく仕上げたいんでバターを加えました。ちょっと焦がしバターにするぐらいまで攻めます。それで表面ね非常に焦げやすいので十分に注意しましょう。焦げやすいというか多少焦げてもいいぐらい攻めます。で先ほどの液体ですね、これもこうキャラメリゼさせていくような感じです。液体の中には醤油、蜂蜜、砂糖なんかね入ってますから、しっかりとまとわせていきます。火加減は強火ですね。スタート強火で、あとは様子見て中火まで下げてもいいかもしれません。それでこの煮汁もかけながら絡めて濃厚な感じになっていくと思います。いいんじゃないですかね。だいぶうまそうな仕上がりになりました。というわけでカットしましょうか。悪くない仕上がりなんじゃないですかね。ロゼすぎずかといって火も入りすぎず、ジューシーさもしっかりと残ってますね。弾力もしっかりあるんで、もう少し薄く切っても美味しいかもしれないです。というわけで盛り付けドレッセンに行きます。最後に煮絡めたソースも仕上げにかけましょう。あとは白髪ネギとお好みでマスタード、からしでもいいですけどね、マスタードの方がおすすめです。やべ、これはこの弾力、それでいて染み込み具合完璧すぎる。低温調理してその温度もちゃんと安定してるから肉汁がしっかり閉じこもってる感じがするし、何よりね肉々しさがすごいですね。というわけでボニークで作るチャーシューでした。よかったらぜひ参考にしてみてください。概要欄のリンクの方も覗いていただけると幸いです。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。皆様良いお年を。